皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今回はついに ANA 市場の最終回です。これからシンガポールに向かいますが、この往復で5万 pp に到達予定です。というわけでまずは羽田空港仁田見の国際線ターミナルにやってきました。現在の PP は約4万2000ポイント。今回のシンガポール往復で約8000ポイントを追加して5万ポイントの大台に到達します。さらにはライフソリューションサービス7つの利用と ANA カードでの500万円決済もクリアしているので、ダイヤモンドの権利も手に入れます。ゴールデンウィーク明けから市場をスタートして約7ヶ月、ようやくここまで来ました。夏のソウル発見シドニー旅時点で3万ポイントとライフソリューション7つと400万円決済でのプラチナの条件を達成したんですが、せっかくなのでプラチナ事前サービスとダイヤ到達を目指して市場を続けてきました。せっかくなら最上級ステータスのサービスも使ってみたいんでね。というわけで事前プラチナと来期のダイヤに向けて出発です。シンガポール行きは1時間後の出発。日曜日の夕方に現地に着くので、乗客には出張ビジネスマンも多そうです。日曜午前の国際線って結構混んでるんですね。ビジネスっぽい格好の人も多い。日本での最後の晩餐はソフトクリームにします。機内食があるのでちょっと控えめに。うまい。ちなみに今回の現金は4シンガポールドルのみ。7、8年前にシンガポールにいた時の残りなんだけど、紙幣デザイン変わってないよね。できるだけレボルートを使ってお得なレートで決済したい。近くにポケモンと装置がありました。ゲートから想像するにニューヨーク行きの飛行機かな。乗ってみたいですね。それでは登場です。787ですね。シートピッチはゆったりめ。お隣もお客さんが来るみたいでした。それではそろそろですね。離陸していきました。冬の乾いた空気の東京から暑いシンガポールへ向かいます。房総半島方面に出てぐるっと回りながら進路を南西に取るみたいです。手前ではちょうどディズニーが見えてますね。房総半島のだいぶ先っぽの方まで来ました。いつもの沖縄ルートとはちょっと違うんですね。だいぶ高度を上げて安定してきました。機内ではドリンクが提供されました。今日はビール。海外旅行が始まったって感じがするね。続いて機内食のお時間。お食は天丼でした。エビとナスとかき揚げかな。機内食って昔と比べて本当美味しくなったよね。あとはサラダとか。ではいただきましょう。天丼はちゃんと美味しいです。サラダも他の料理も全部美味しい。日系キャリアはやっぱりストレスなくフライトできるよね。ごちそうさまでした。だいぶ進んだ気がしますが、まだ残り5時間くらいあります。ビールも飲んだしちょっと寝ようかな。3時間半くらい寝てたみたいです。食べ物の気配で起きました。軽食はピザパン。陸地のそばを飛ぶようになってきたから面白い雲が増えてきた。もこもこした角みたい。チャンギ空港までもうすぐです。この飛行機の下を別の飛行機が飛んでるのが見える。チャンギ空港が近づいてきたから飛行機が多いのかな。この飛行機も大きく旋回を始めました。何してるんだろうと思ったら、チャンギ空港上空に雷雲がいて着陸できないみたい。みんなチャンギ手前でぐるぐるしてる。シンガポール航空もいるね。こっちはほぼ同時刻に羽田を出発した JAL 便。
ぐるぐる仲間を2機目視できます。ぐるぐるは3周目に突入しそう。かれこれ20分くらい待機してます。この空域で待機しているのは全部で5機。カンタスもいるね。ぐるぐるしてる間にアライバルカードを用意しましょう。日本のパスポートを持ってる人はノービザで OK ですが、それとは別にアライバルカードの記入は必要です。紙に書いて提出するのも面倒ですが、オンラインでも対応可能。機内 Wi-Fi につないでちゃちゃっと提出しておきます。完了するとメールが届きます。あとはチャンギ空港に着いたら自動化ゲートで入国するだけです。上空待機を抜けてチャンギ空港に向かい始めました。今眼下に見えているのはインドネシアのビンタン島。赤っぽい土は東南アジアって感じだね。いよいよシンガポールが見えてきました。船の多さがこの地の重要性を物語ってるね。東南アジアの経済と物流の中心。なんか圧がすごいな。着陸が近そう。無事にチャンギ空港に着陸できました。他の空港にダイバートとか言われたらちょっと面倒だったのでよかった。ゲートに到着。雨が降った形跡があるね。久しぶりのチャンギ空港。シンガポールはもうすぐ18時。イミグレまではちょっと距離がありそうだね。チャンギは活気があるね。あと薄着の人が多い。イミグレは機械化されてて一瞬で通過できました。預け入れて荷物もないのでサクッと街に出ましょう。いや綺麗な空港だね。外に出てきました。今回は2泊3日でシンガポールを巡る予定です。その様子は別動画にまとめる予定なので、よければそちらもご覧いただけると嬉しいです。では2日後までスキップ。2泊3日のシンガポール旅を終えてチャンギ空港に戻ってきました。本物みたいな解像度の滝。あれがチャンギ空港名物のジュエル。各ターミナルの中央に位置しています。出国する前にちょっと寄ってってみよう。ディズニークルーズとのコラボイベントかなんかやってるのかな。お、なんかマーっとする。ショッピングモールみたいな感じなんだね。ここに例の滝が見えます。うわ、思った以上にでかいな。すごい。近づいたらべしょ濡れになりそうだね。チャンギ空港にはターミナル間をつなぐシャトルが走ってるんだけど、それがこの滝のすぐそばを通り抜けていきます。滝のそばを通るときは徐行してゆっくり見せてくれるみたい。これだけ思い切った施設を作るチャンギ空港ってすごいよね。チャンギ空港は2025年からまた新ターミナルの工事を始めるみたいなので、アジアナンバーワンの座はしばらく揺るがないかもね。じゃあフライト前にちょっと仕事する必要があるのでカフェを探してみよう。JL 内にはホテルもあります。人気でいつも混んでるみたい。ショッピングモールみたいで空港だと思えないよね。ロイホがありました。馴染んでる。ラッキンコーヒーにします。レストランは多いんだけどカフェは意外と少なかった。
ラッキンコーヒーは中国で急拡大したコーヒーチェーンだね。ティラミスラテっていうのにしてみた。じゃあちょっとお仕事タイム。一仕事を終えてターミナルまで戻ってきました。出発はあそこから。出国審査も自動化されてました。免税店のスケールがでかい。とりあえずゲートを確認しておこう。まだゲート未定だった。18時30分以降に確認してくれだって。じゃあまずはラウンジに行こうかな。帰りはクレーコなのでサッツラウンジが使えるんですよね。この上にあるみたい。あれだね。予約オンリー。プライオリティバスはダメなのかな。とりあえずご飯を食べよう。ラクサだ。自分で茹でるんだね。というわけでラクサとサラダとおかず3種いただいてきました。ご飯がどれも美味しそう。ラクサは今回食べられなかったからラウンジにあってよかった。サラダも不足してたからね。あとはビール。エアラインラウンジじゃないのにクオリティ高いな。ピークが過ぎたのかラウンジ内はだいぶ空いてきました。ご飯が美味しすぎておかわりしちゃった。シャワールームもあるので使わせてもらいます。結構たくさんブースがあるけど利用者はなし。レインシャワーとハンドシャワーがあるね。シャンプーも備え付けのがあります。タオルは受付にお願いするともらえます。じゃあさっと浴びちゃおう。シャワーも浴びてさっぱり。風呂上がりのコーラ。今日は11時にホテルをチェックアウトしてから街中を結構歩いてたからシャワー浴びられてよかった。じゃあラウンジにも別れを告げてゲートに向かいましょう。出発まであと50分くらい。空港内にもご当地グルメが食べられるコーナーがあるみたい。チキンライスかな。こんなところにまで一風堂。空港内に魚が泳ぐ池がある。チャンゲには圧倒されっぱなし。では竹林に登場です。帰りはクレーコ。登場しました。シートピッチも広いけど横との間隔が広いのが楽でいいね。ぐっすり眠れそう。外は完全に真っ暗。深夜便で景色も楽しめなさそうだし、できるだけ寝れるといいな。離陸していきました。シンガポールの夜景があっという間に遠くなっていく。上空に上がったら軽食パックが配られました。中にはお水とチップスとパンとキットカット。さっと食べて寝ましょう。気づいたらもう沖縄のあたり。稽古にしたおかげで寝やすかったです。機内食が配られました。シンガポール時間で夜中の2時45分くらい。この時間のご飯は結構つらいね。あと2時間ちょっとならこのまま寝かせてほしい。でもせっかくなのでいただきましょう。和食にしたんだけどやっぱちょっと微妙な感じ。うどんとそうめんの中間みたいな麺。あ
とはヨーグルトにフルーツ。海外発なら洋食にすればよかった。じゃあいただきます。羽田空港に着陸。日本時間で5時40分くらいです。まだ真っ暗だね。東京は寒い。気温差が30度くらいあるよ。でもこれで初めての ANA 狩猟も本当におしまいですね。あとは数日後に PP が反映されたら SFC カードを申し込みましょう。まずは家に帰る。もう電車は動いてるはず。PP は結局2日後に反映されていました。SFC の申込書は依頼してから1週間くらいで到着。申込書は返送して今はカードの発行を待っているところです。今回の狩猟で集めた PP は5121ポイントでした。フライト回数は38回。費用は80万8600円で PP 単価が 16.1 円でした。単価を抑えるために沖縄往復を結構やったけど、次にやるなら国際線中心でタイパよくやりたいです。やっぱり疲れるのと途中から飽きが来るよね。でも狩猟口実にいろんなところに行けたのは面白かった。釣りがあるならクアラルンプールニューヨークなんかを飛んでみたいね。というわけでひとまず SFC 狩猟編はこれにて終了。7ヶ月の長旅にお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。これからも手に入れたステータスを使って飛行機旅を続けるので引き続きご覧いただけると嬉しいです。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。